まあ最も育成でやっぱり結果が出るのは、シンプルにでもやっぱり大体のパターンは、上司がちゃんと育成してないから、究極の育成をやっぱさせることなんですよ。空中戦より地上戦しろ。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さあ、今日は何でしょう？はい。今日もちょっと深刻な悩みなんですけどもちょっと僕の直属の部下にあたる後輩の子が、新卒なんですけど、ちょっと同じその新卒の同期の中で、正直一番まだ育ってないなっていう、子がいるんですね。ちょっとその部下が伸びない理由っていうのが僕に原因があるのかなって最近思い始めててただ僕も結構 OJT も真面目にちゃんとスッキリ教えたし、ワンオンワンも結構定期的にやってるんですよ。別にその悩みとか、なんか仕事に対する不満とかっていうのも別に聞かないから、どうしたらいいのかな結構最近悩んでるんですね。なのでちょっとぜひこの機会にモンジ社長にアドバイスをいただきたいなと思ってるんですけど、いかがでしょう？やっぱりそうですね。上司としてはやっぱり自分の教える能力だとか教え方とか、そういうのをやっぱ改善していったら、もしかしたら良くなる可能性はありますよね。シンプルにでもやっぱり大体のパターンは、上司がちゃんと育成してないから育たないんだと思うんですよ。ちゃんと育成してない上司多いと。なんでじゃあ何すればええねんと。そうなんですよ。それでワンオンワンとかいろいろ試してたんですけど、そういうのもぶっちゃけあんまり意味ないんです。まずですね、僕がよく言うのは、空中戦より地上戦しろって言うんですよね。意味としてはワントゥーワンとか研修とかって僕からしたら空中戦なんですよ。これも必要な時期もあれば、最低限必要なこともあると、ですけど、最もやっぱりちゃんと考えた方がいいのは地上戦ですと。地上戦。究極は日々のフィードバックだと。みんな空中戦行きたいんですよ。だって、いや部下が育たないんです。どうしたら育ちますかね。じゃあ育つために僕考えました。こういう研修をセットします。ワンオンワンやります。これ施策として、報告するのも言いやすいんですよ。研修やるやった。ワントゥーワンやったやってる。今のトレンドはワントゥーワンですみたいな。そしたら上の人もそっかみたいな納得しやすいですよね。だから今度日々のフィードバックは、お前育成のために何やるんだ。日々フィードバックします。ってなるんですよ。さらに上の立場何すんのみたいな。だからはっきり言って上司とかその上の人からすると空中戦の方が受け入れられやすいし、言いやすいし、そんなのいっぱいね広告も出てくるし、でみんな空中戦に行きがちなんですよ。日々フィードバックの大事ですよ。究極はそうですね。最初の初期育成はやっぱりなるべく近くにいてできる限りフィードバックをする。でフィードバックをするってことは本人が振り返らせるわけですよね。何ができたのか、何ができなかったのか、自分で判断できなかったのは何なのかとか、これを常に例えば毎日やるんだとしたら、今日よくできたこと、今日できなかったこと、迷ったこととかね、出させていくと、じゃあこの迷ったこと、できなかったことについてフィードバックしようとしてるんですか。で迷ってること、例えば一つをなるほどこういうことで迷ったんだってイコールこういうことが分からなかったんだっていうことですよね。上司としては分からなかったことすごい分かるんで、次からはこれこうしましょうって言って、これをだから日々繰り返していく方がよっぽど早く育ちますし、それこそ向こうだと多分やる気になる確率高いですよね。地上戦の方が本当は成果上がりますよ。でも地上戦って分かりにくいし、これやったから成果がすごい上がったかっていうのも言いにくいし、報告するときにもフィードバックってなるんで、育成は僕はやっぱずっとやってきて思うので、究極の育成はやっぱ振り返りさせることなんですよ。そのためにフィードバックですよね。研修よりもワントゥーワンよりも普通に一緒に仕事してる方が一番育成されますよ。そうですよね。ってことはフィードバックを的確にというかしっかりしてれば、別にそのいわゆる空中戦と言われるものは実施しなくてもいいっていう考えですか。実施しなくてもいいわけじゃないですけど、必ずそのフィードバックをして振り返りさせてフィードバックしてるときにする必要も出てきたりはすると思うんですけど、重要度と多分順番みたいな話、かなと思いますよね。フィードバックってどういう伝え方がいいんですかね。フィードバックもちょっと講義になっちゃいますけど、よく言うんですけど、なんか最近そのワントゥーワンとか、
コーチングとか、はいはい。なんかそんなことばっかり言われてるから、うん自律性を出させて自分で考えさせましょうって言うんだけど、うん例えば新卒です。初めて社会人になりました。うんその子にコーチングなんだ。アホかと。だって、やり方も知らないんですよと。まずは指示したことを完璧にやるということを遂行できるようにやらせるわけですよ。ここにティーチングしかないですよ。何をやればいいかわからない子にどうした方がいいと思うって聞いてる、ちょっとなんかアホみたいな人多すぎて、お前なんでそんなことやってんのって言ったら、いや、自分で考えてもらった方がいいと思うんで。いやいや、じゃああなたですよと。じゃああなたが他にサッカーやるとしましょうと。サッカーのルールも知らないのに自由にサッカーやってこいっつって、お前できんの？練習もしたことない、ボールも蹴ったことないのに、いきなり試合で自由に動き回っていいよ。どうなるよみたいな。試合に出るためにはまず練習必要でしょと。知識も必要でしょ、最低限と。これを覚えない限り試合出れませんよねと。あなたがやってることはそういうことですよ。これちゃんと見ると結構多いです。新入社員じゃなくてもそうですね。新しい仕事を任せたときに、引き継ぎですって言って、資料まとめてピッピッピッってこうやってください。あとよろしくとか、上司も、あなたがやるべきことは1、2、3、4、これだから、分かんなかったら言って、よろしく、はい、フィードバックなし、みたいな。これぐらいできるでしょとか、結構多いですよ。なんかサッカーに例えると、上司の無責任さがより分かりますね。いいってなるわけですよ。やってない人多い。でもそれって、自分がそういうふうに教えられてきたから結構ね、押し込んじゃう人多いですよね。それでも俺はどうにかしてきたんだ。なるほどね。そうかもしれないんだけど、じゃあ育てないって嘆かないで、それでも学べて優秀になる人だけ使ってください。そうやっていいんじゃないですか、別に。教えるのめんどくさいし。ってなるでしょと。言い方あれですけど、こう自分のチームに入った貴重な戦力、会社から考えたらやっぱりね、採用するのにお金かかってるわけですし、やっぱり採用したからには一人前に育てたいし、そういう対象の人が来てるわけです。その人の人生もあるし、キャリアもあるし、だったらまず一生懸命一人前になれることを頑張ってよと。って考えたときに、ルールもね、これ読んでて、やるみたいな感じですよね。いやありがとうございます。最近の若い新卒の部下とかと喋ってると、僕ら世代と今の、20代前半の新卒のこの世代で働く理由付けっていうんですかね、なんか何のために働いてるのみたいなところの価値観がやっぱちょっとこう若干やっぱちょっと違うなっていうのが正直感じていて、働く理由っていうか動機が違うなと思ってて、その辺ってやっぱモン社長、アップルさんでも新卒の方入られてると思うんですけど、やっぱ違いますか？違うと思いますよ。で、僕は思うのは、いつの時代も今の若い人はって言ってんなと思うんですよ。僕がもっと20歳ぐらいの時も上の人は言ってたし、昔も言ってたんだろうなと、今も言ってるじゃないですか。ということは、いつの時代もまず言われると。多分その背景としては、やっぱ時代が進んでるからだと思うんですよね。僕の考えですけど、じゃあ昔の人ってどうだって、例えばですけど、今5、60代ぐらいの人、親がまさにその戦争終わったぐらいの多分生まれとか、そうですね。で、要は日本がすごく貧しかった時代ですよね。多分だからその5、60代の人ってちょっとバブル経験してるんですよね。そうですね。僕の親もちょうどそれぐらいの年でも逆に言うと、自分が子供の時、5、60代の人が子供ぐらいの時って日本多分貧しかったし、なんなら高度、経済成長真っ只中の時代を子供として見てきてる。でちょっと自分も、大人として恩恵受けてる感じだと思うんですよね。今5、60代の人っていう価値観になると、多分子供の時にだからそんなに豊かじゃなかったんですよ。やっぱ先輩経営者ともよく話聞くと、結構やっぱ昔貧乏だった人が多いなと、家が。で、やっぱりこんな貧乏嫌だとか、もっと自分は金稼いで自由になりたいとか、そういう結構価値観の人が割といるなと思って、だからそのすごい貧乏な時代を知ってるから、物欲とか金銭欲とかすごい高い。そのために頑張るみたいな強力な動機づけになる。なるほど。多分ちょうど僕ぐらい、僕今40になりますけど、40歳前後ぐらいからちょっと多分変わってきてるなと思っていて、例えば僕なんかでも言っても、世間一般的には普通の家なんですよ。生まれがね。だから別に貧乏だと思ったこともあんまないし、だって普通に家も持ち家だったし、食うのに別に困ったことないし、その5、60代の人の子供と
比べたら全然普通なんです。で今の子って多分もっと豊かじゃないですか。そうですね。自分たちが幼少期とか、子供時代を過ごしてきた時期の多分価値観があると思うんで、お金に対する貪欲さというよりかは動機づけの種としてのお金は多分考慮されてるんですよ。なるほど。だって別に確かに今の若い子うちに聞いてもお金は欲しいって言うんですよ。でもお金を得るためにこんだけ頑張れますかっていうとやっぱみんなちょっと首かしげる感じになったりしますよね。なるべくだったら言い方ですけど苦労しないでお金稼ぎたい。でもそれは否定じゃなくてそういう世代だから、分かるじゃないですかちょっと、立場に立ってみれば分かるんですよ。だから例えば今も別にお金がないわけじゃない、普通には暮らしていける、自分がやりたいことぐらいはできる、だから別に確かにお金は持ったら便利だけど、これ以上を稼ぐのにめちゃめちゃ苦しい思いとか辛い思いをして稼ぐぐらいだったら別にいいかなみたいな。お金がないことの多分経験が少ない人多いと思うんですよ。まさにそうでしょ。その部下がやっぱりその働くことの意味付けの価値観を、多分こっち側も変えなきゃいけないし、受け取る側にもそれをちゃんとその年代が考えられるように伝えていかなきゃいけないと思うんですよね。僕会社でよく言ってるのはまず一番最初に考え方がやっぱ重要ですと、これもよく引用しますけど考え方かける熱意かける、能力だと。まずはやっぱり根底に考え方として、要はもうそもそものなぜ働くのかとか、自分の人生とか自分にとって働く意味って何なのとか、仕事で成果を出すことで得られるもの、報酬って金だけじゃないと僕は思うんで、なんかそういうのをちゃんとインストールしてあげればいいと思うんですよ。でも昔の人は割とお金の価値観がさっき言ったように背景が多分強いと思うんで、お金だけの動機づけですごい頑張れたみたいな、そんな感じがあると思うんですよね。なので会社ではとにかく僕が実体験経験してきたことを言って、まず仕事はお金を稼ぐためだけのものだっていう考え方は捨てなさい。そういうふうに考えてる限り稼げませんよと。そうですか。悪いことしますよと。でも仕事で実際僕が経験してきたのは、お金だけじゃないもっと大切なものがいっぱい得られるわけですよ。このじゃあいっぱいって何なのかって言ったら、意識とか経営とかって言われちゃうかもしれないですけどやっぱ自分の成長とか、成長機会だったりとか、例えば学習機会だったりとか、感動する場面だったりとか、人間関係とか、貢献とか誰かの他者の貢献とか、とにかくいろんなものをやるんですよ。でも一番は僕は機会報酬だと思うんですよ。そうですね、確かに。とにかく考え方をやっぱりちゃんと教えつけもよくないですけど、考えさせて育ってた方がいいと思うんですね。なるほど。でそれがないとやっぱり熱意、努力とか行動にならないですし、能力にもなっていかないんですよ。なるほど、なるほど。あともう一つ例え方するのは、例えば家で言うならば考え方が基礎です。家の基礎です。家の基礎、熱意が家の掃除とかメンテナンスのこと言ってるよと。なるほどね、熱意が。で能力はエクステリアとかインテリアと。センスとかもねありますもんね。家の見た目ってほとんどエクステリアとインテリアで、いい家だねとか、すごいねとかなるじゃないですか。だからみんなエクステリアとインテリアばっかりやっぱきらびやかにするんですけど、家で本来最も重要なのは基礎だと思うんですよ。とやっぱ掃除とかメンテナンスが重要だと思うんですよね。だから大体の人が考え方を教えずに、これやれあれやれっつって能力ばっか鍛えようとするってことは、基礎もちゃんと作ってないのにエクステリアとインテリアばっかりいいもの添えていくってことなんで、もう台風来たらはい終わりみたいな、地震来たらはい終わりみたいな、なりかねないですよね。でいいエクステリアインテリアを持ってたとしてもちゃんと掃除とかしなければいけないし、いい基礎作ってもやっぱメンテナンスちゃんとしてないとやっぱいずれ劣化するし、とにかくでも家作るっつったら基礎が大事って言われるわけだから、働くにおいても考え方が大事なんですよ。そこからやっぱりまずやるっていうことがもう大前提だと思いますけどね。いやー、今のちょっと言葉をそのまま伝えてもいいですか？例えがいいか。いやいやいや、でもその考え方とやっぱりさっきの家の例えじゃないですけど、考え方かける熱意かける能力、ここはぜひちょっと伝えたいですね、部下に。じゃあ具体的にやっぱりフィードバックというか育成ってじゃあって考えた時に、なんか僕大きく2つあって、やっぱほうれん草がちゃんと教えなきゃいけないなと。
ほうれん草ほうれん草ってみんな言うけど、本当にちゃんとほうれん草分かってますかっていうので、上司と部下においてはすごく必要なことですよね。大事なことなので、やっぱこれをまず学ぶと。で、ちゃんと報告させる、ちゃんと連絡させる、ちゃんと相談させる。それぞれの意味は何か、報告とは何か、連絡は何か、相談とは何かっていうものをちゃんと教える。ちゃんと報告する場面、連絡する場面、相談する場面とかちゃんと全部言っておくんです。最初そのぐらいやっぱりちゃんと教える。これが基礎だから。そうですね。で、2つ目は、じゃあ成長ってどういうことかっつったら、一つの例えとしては、できなかったことができるようになると。新入社員からしたら、新入社員の時何にもできません。それを一つずつできるようにしていくってことじゃないですか。できるようになったって何をもってできるようになったっていうかっていうと、自分で決められることを例にしてるんですよ。自分の権限でこれは決められますったら、じゃあこれはできるようになりましたということにしていて、なるほど。今働いてるうちって、自分で決められること、ここですね。で、次に自分で決めていいかわからないこと、迷うこと、でこの上に自分で決められないこと、こういう3段階があるんですよ。ここのその自分で決められることを、数を増やしていくか、これを上げていく、これをちゃんとレクチャーしていくわけですよ。なるほど。最初は何ももちろんできない状態が入ってくるので、まずは指示をして、設計して指示をして、まず言われたことを完璧にできるように作っていくわけですね。で、それをやり取りするわけですよ。仕事のやり方を最初ちゃんと設計して、ちゃんと指示をして、で、その部下はやるべきことは、その指示された通り完璧にできるように努力をする。これのフィードバック、日々。振り返り。すごい。めちゃめちゃつながりますね。でこれを、じゃあ1個のことそれができるようになりました。って言ったら、次は、じゃあ、ここまであなた決めていいですよ。ここからここ相談してください。もし、相談するものかどうか迷っても相談してください。これは自分でできるってものだけ、今言ったような権限を与えましたので、ここまでは全部やってください。みたいな感じで、増やしていくわけ。これまださっき言ったとおり、できる権限を増やしていく、できる数を増やしていく。これをちょっと広げていくわけですね。で、ポイントなのは、この真ん中ですよね。自分で決めていいかどうかわからないこととか、悩むことを全部すぐ相談に来なさいってですね。この相談の次は相談レベルなんですよ。例えばじゃあ、一つの業務があったとします。これが工程が3つに分かれてますと。工程1はあなた全部やりなさい。工程2になるときに私にパスしなさい。終わったらだから報告して、イコール2をパスしてください。で、今度、完璧に1ができるようになってきたから、次2与えますと。で、2教えましたよねと。で、それでも迷ったときはすぐ書いてください。2の時にやってたんだけど、これって私決めていいのかなみたいになったとしたら、相談に行きますよね。相談に来た時に、最初は、これどうしたらいいですかでいいですよ。これ相談レベル1です。いいよいいよと。その時はこうやれって言うから、そしたらその通りやってねと。でもしまた同じことが来たら、次は、これってこうやればいいんですよねって来てください。これ相談レベル2だからね。で、それでまたフィードバックします。次、そこからレベル上げて、これこうしようと思います。なぜならば、ちゃんと論理的に来てください。で、また来たら、間違ってる、合ってる、ここもっとこうした方がいいよってフィードバックします。これも大体フィードバックが少なくてきたら、OK っつって。この件はあなたが決めていいです。ただ、まだ、これ相談レベル4なんで、やった後でいいんで報告してください。綺麗。で、もうやった後だけどフィードバックします。この間違いを僕は全部責任取ります。なるほど。で、やったんだけど、後でフィードバックしますから、これも正解って言うし、ちょっと間違ってた。次からこうしてって言うし、もっとこうしたらプラス1良かったねってフィードバックしていきます。これが完璧になってきたら、はい、もうこれ全部あなた決めていいです。で、渡していくわけですね。一つ、やったぜ。この仕事を私全部決められるようになった。これができること、できないことができるようになって成長ですよね。でも一回言いますけど、この数を増やしていく、自分の権限をこうやって、一つの仕事でもここまで決めれるって上げていく、できる仕事を増やしていく。これがだから成長育成みたいな感じです。わかりやすい。これをひたすらやって、で、この自分で決めれる権限がそれなりの域に達したときに、はい、一人前、この仕事一人前ってなって、この仕事は全部あなたに任せます。で、この大枠で考えた時の報告連絡相談だけよろしくねって。綺麗。世の中見てるとやっぱり、マジ放置プレイしてるやんみたいな上司もすごい多い。フィードバックしながら育成をするっていうことをやらないと、そりゃ育ちませんよ。仮に自分で育ったとしても、
私もこうやって学んできたから、はい、よろしくなんですよ。だから、地頭が優秀で、IQ が高くて、なんかそこまで丁寧にやらなくても、すごい伸びる子もいます。でも、この逆に伸びた子は、気づかなければ、自分が育てられたと同じように下を育てるんで、この子も頭いい子しか使えなくなっちゃうんですよ、IQ 高い子しか。そうすると、だからプロフェッショナルはいいですよ。プロフェッショナルな業種はいいです。外資系コンサルみたいな、できなかったらされみたいな感じで、優秀な子だけ残っていくんだったらそれでもいいんですけど、これからの時代はやっぱり労働者不足だし、言い方ですけど、あんまり地頭が良くない子供は育成をちゃんとしていかないといけないし、ちゃんと育てないと、その下も育たないですよ。結構痛い目見てるね。いや、ちょっといい情報っていうか聞きました。ありがとうございます。早速ちょっと明日から徹底的なフィードバックを心がけたいと思います。ありがとうございました。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。皆様からいただくいいねやコメントがとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。